クロノたちが目を覚ましたのは原始時代だ。エーラたちが恐竜人との最後の戦いに挑もうとしているところだった。クロノたちは翼竜プテランに乗り、エーラと共にティラン城へと乗り込んだ。恐竜人のリーダーアザーラと対峙したところで、空に赤い星が輝いていた。クロノたちに敗北したアザーラは、炎をまとった大岩が降ってきて全てを焼き尽くし、やがて全てが凍りつく長く厳しい時代がやってくると予言した。その時エーラがラボスとつぶやいた。エーラたちの言葉で、ラは火、ボスは大きいことを表す。ラボスは6500万年前に宇宙から飛来した巨大生物だった。衝突したラボスはティラン城もろともあたりを焼き払い、地中深くに潜っていった。避難していたクロノたちがラボスの残した大きな穴を訪れると、そこには新たなゲートが発生していた。ゲートの先は雪と氷に覆われた極寒の世界だった。この世界の人間は2つの層に分けられていた。魔法を使えない地の民は厳しい地上の環境の中貧しい生活を強いられている一方、魔法を使える光の民は浮遊大陸に存在する魔法王国ジールで豊かな暮らしをしていた。女王ジールは魔人機を利用して地中からラボスのエネルギーを吸収していた。光の民が豊かな暮らしができているのは実はラボスの力だったのだ。ところが女王ジールはある日現れた預言者にそそのかされ、魔人機を使うことができる三賢者を追放してしまう。このため魔人機を扱えるのは女王の娘サラだけとなっていた。そしてサラにはジャキという弟がいた。クロノたちがジャキとすれ違った時、彼は不吉な言葉を残した。黒い風が鳴いている。あなたたちのうち誰か一人死ぬよ、もうすぐ。封印の扉。女王ジールの部屋は固く閉ざされていた。サラがペンダントをかざしてその扉を開くのを見かけたクロノたちは同じようにマールのペンダントをかざしてみたが扉は開かなかった。魔人機でラボスのエネルギーをマールのペンダントに注入することで封印された扉を開くことができた。そこには女王、サラ、預言者、そして女王の側近のダルトンがいた。クロノたちはダルトンが召喚したゴーレムに敗北し捕らえられてしまう。大丈夫ですか？さあ、急いで宮殿からお逃げください。そしてできることなら命の賢者様をお助けしていただきたいのです。そうはさせぬ。クロノたちは預言者に見つかり元の時代へと送り返されてしまう。そして古代に通じるゲートを封印されたため魔法王国に行く手段を失ってしまった。やはりラボスを止められるとすれば鍵は古代にあるだろう。クロノたちが悩んでいるとマールが女王の部屋と同じ扉を見たことを思い出した。それは荒廃した未来の監視者ドームにあった。時を渡る翼。クロノたちは古代へ行く方法を探し監視者ドームを訪れた。そこにいた博士はすでに亡くなっていたが残されたメッセージから彼が断りの賢者ガッシュだと分かる。彼は古代から未来へ飛ばされここでラボスの監視をしていたのだった。そして何とか自分の時代に帰ろうと研究を続けていたがその精神は限界が来ていた。ガッシュは自分の意識をヌー型にインプットし息を引き取った。私の精神が死を迎える前にこの記録を残しておくことにする。
可能性はゼロに等しい。しかしゼロでない限り、かけてみる。この扉を開く者に、この地球のすべてをかけて。クロノたちはガッシュが残した時を渡る翼シルバードを手に入れ飛び立つ。そして古代へとタイムスリップし、嘆きの山で命の賢者を救出する。なんとその正体は現代で出会ったボッシュだった。彼もまた賢者の一人だったのだ。ボッシュから魔人機を破壊できる赤きナイフを譲り受け、クロノたちは海底神殿へと向かった。ラボスの呼び声。クロノたちは海底神殿に乗り込む。さあサラよ、魔人機のパワーを限界まで上げるのだ。わらわの言うことが聞けぬのか。わかりました母上。サラ、助けに来たよ。こんなところ逃げ出しちゃおう。じいさんのナイフだクロノ。クロノは赤きナイフを魔人機に投げ込む。赤きナイフはグランドリオンへと変化した。その時地鳴りのような方向が聞こえ、その場にいた者はラボスの空間へと転移させられる。そしてラボスの強力な攻撃が彼らを襲う。ボロボロになったクロノたちの前に預言者が現れた。どれほど待ちわびたことか。この時が来るのは。預言者の正体は魔王だった。行くぞ預言者よ、ラボス様の力を思い知るがいい。魔王の力もラボスの前では無力だった。絶望が広がる中、それでもクロノは諦めず立ち上がり、そしてラボスの一撃でクロノは消え去った。そこにはマールのペンダントだけが残されていた。崩壊していく海底神殿でサラは最後の力を使い、マールたちを地上へと送り出した。そしてラボスの一撃は浮遊大陸を直撃し、浮遊大陸は地上へと落下している。その衝撃で大きな津波が起こり、世界のほとんどは海に沈んでしまった。大災害の後、わずかに残った島でマールは目を覚ました。そこには地の民と魔法を失った光の民が何人か逃れていただけだった。あのイカレ女王も小賢しい預言者もいなくなったし、これからこの王国はダルトン王国とする。ダルトンは巨大な飛行船黒鳥号で世界の支配に乗り出す。マールたちは捕まり、シルバードも奪われてしまう。見よ、この美しい翼を。これこそ神王ダルトン様の玉さ。スカイダルトン玉だ。捕らえられた牢から脱出したマールたちはシルバードに飛び乗りダルトンと戦う。ダルトンは最後にゴーレムの召喚に失敗し、どこかへ消えていった。時の卵。マールたちは北の岬で魔王と再会し、そこで衝撃の事実を知る。魔王の正体はサラの弟ジャキである。大災害で中世へ飛ばされ魔王となったのだった。目的が同じであることを知った彼らはクロノを生き返らせるため、共に時の最果てへと向かった。時の最果てにいた老人は時の賢者ハッシュだった。マールはハッシュからクロノトリガーという時の卵を受け取り、未来へと向かう。そしてガッシュの記憶をインプットされたヌー型から
クロノを思う強い気持ちとドッペル人形が必要だと教えてもらう。死の山の頂でマールが時の卵を掲げると、卵は粉々に砕けてしまった。やっぱり生き返すなんて無理なのかと諦めかけた時、彼らは運命の時へと転移する。そこはクロノの死の直前で時間が止まっていた。マールたちはクロノとドッペル人形をすり替え、クロノを助け出した。みんな待ってたんだよ。もう遠くへ行っちゃダメだよ。